トイボールファクトリーです。今回はフィギュアライズスタンダードアンプリファイとベルゼブモンをレザー調を目指してテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。フィギュアライズスタンダードアンプリファイとベルゼブモンは2022年1月に発売されたキットでデジモンテイマーズに登場した究極体デジモンです。定価4950円の割にはちょっと箱が小さい気もしますが、どんな出来でしょうか。気になります。それでは作っていきましょう。ということでフィギュアライズスタンダードアンプリファイドベルゼブモンを作っていきます。フィギュアライズスタンダードアンプリファイドを作るのはこれで6体目になります。このブランド一般販売されたものでは9体目ですかね。結構出ましたね。定番化したブランドと言ってもいいのかもしれません。アルファモンも発表されてますます充実していきますね。同時に発表されたリアル闘神の龍神丸はこっちのブランドに入れてもいいのかな。あれは HG ブランドのバリエーションになるの？細分化が激しすぎておじさんにはよくわからない。こちらのブランドはガンプラに比べると入手しやすいのでいいですね。ちょっと探せば去年発売されたものはすぐに見つかると思います。再販も結構やっているみたいですね。なぜかオメガモンは再販少ないですけど、まあ X 抗体作ったからいいか。定価だとちょっと割高な気もするブランドですが、ぼちぼち安くなったりもしているようでおすすめしやすくなっている感じがします。このブランドでダントツおすすめなのは無限ドラモンですけどね。無限ドラモンはデカさ、組みやすさ、かっこよさと3拍子揃ったプラモで、今のところ僕が作ったプラモの中でダントツで出来が良く、多くの人が簡単に満足感を得られる名キットだと思います。今後もことあるごとに伝えていきますよ。さてベルゼブモン、このキットも作りやすいですね。もっと合わせ目が目立つ構造かなと思っていたんですが、服を模したデザインだからか合わせ目がちょうど縫い目のようになっていてほとんど気になりません。合わせ目が段落ちモールドになっていたりと細かい気遣いも感じます。ところどころ色分けが微妙に足りないところはありますが、あまり気にはならないかな。ちょっと筆塗りで部分塗装してあげるだけでかっこよくなると思います。この足の色分けはかなりいいですね。ヘビメタっぽさがよく出ています。かっこいい。デュークモンやオメガモンに比べても作りやすいキットのように感じます。分解もしやすい感じがありますね。折れそうなところはあまりないようです。今回はバラしやすくするためのダボやピンをカットするような調整はほとんど行わずに済みました。組みやすくて助かりますね。今作っているのは尻尾。リード線を芯にして組み立てていきます。このブランドは異素材をよく使いますね。工作をしているという実感が湧いて楽しいです。腰に差し込んで完成。尻尾が長いな。続いて武器を作っていきますよ。劇中でもよく使われていた2丁のショットガンベレンヘーナ。ショットガンなんですが、劇中では普通に弾丸を打ち出していましたね。まあ気にしないということで、全てのパーツが組み上がったので並べて組み立てていきます。頭を取り付けて、これで組み上がり。ズームアウト。あれ、めっちゃいい出来。シルバーの成型色と服の質感が上品なツヤで、これはいいですね。バンダイの成型色の技術はすごいな。素組みのままでもいいかも。肘の関節は一軸ですが、ひねりを加えられるので表情がつきやすいですね。こういうのを瓦肘っていうらしい。見た目に反して肩の自由度は高いです。前側にも動くよ。逆に頭部の可動範囲は狭い。
もみあげのリード線がどうしても邪魔になっちゃいますね。紐に交換するのもありかもしれません。体幹は腰と腹と胸に分割されていて結構動きます。カージャンかっこいいな。膝は二重関節、股関節はパンツが邪魔かなと思ったんですが、そこそこ動きますね。指を取り外して武器の持ち手をベレンヘーナに取り付け、指だけ抜いて交換するのいいですね。ガンプラもこれがいいな。手首に3軸分の関節があるので武器がまっすぐ構えられます。これはいい。ポーズが決まります。ベルゼブモンは手足が長くスタイルもいいのでポージングが楽しいですね。何やらせてもかっこいい。ポロポロ落ちるパーツもなく遊びやすいです。それではバラして塗装前の処理を行っていきます。髪型どうされます？ちょんまげでお願いします。はい、ここでいきなり告知の時間です。当工房のイラストを担当している小山恵子の連載漫画カワウソの自転車屋さん第10巻が3月16日に発売されました。8年間の長きにわたる連載がついに大団円。当工房も CG や設定などその他もろもろを協力していました。ピザ屋にしか見えない自転車屋のカワウソ店長が自転車にまつわる悩みを解決していくという漫画で、ガチの自転車乗りからも好評を博しています。さらに多様性を広く受け入れた優しい世界という側面もあり、多方面から高評価を得ている作品です。自転車や動物擬人化漫画に興味がある方や、当工房の動画の雰囲気が好みの方にも安心しておすすめできる作品です。フランス語版も出ているので、フランスの方にもおすすめです。紙の単行本に加え電子書籍も出ているので、ぜひ読んでみてください。概要欄にもリンクを貼っておきます。よろしくね。さあ、胴体をばらしていきますよ。パーツを分解するときはウェーブのパーツオープナーとタミヤの朝食スティックをよく使っています。ファスナーなど細いパーツもありますが、裏側から外せるようにもなっていて分解しやすいです。塗装派のことも考慮に入れてくれているんでしょうか。ありがたいです。さて、こちらは襟のボア、モフモフのとこですね。この部分のダボを少しカットします。合わせ目消しの時にパーツ同士の密着度を上げるためです。ダボをカットすることでつっかえる部分がなくなり、パーツが密着することで合わせ目が消しやすくなると思います。少しだけ隙間を残してパーツを組み合わせて、タミヤの速乾流し込み接着剤で合わせ目を接着していきます。今回は腹部と襟のボアだけ合わせ目消しを行いました。ほとんど合わせ目が目立たないキットなのでやらなくてもいいかなと思います。やっても襟のボアだけでも十分かな。接着剤を流し込んだらぐっと押し込んで圧着。むにゅっとパーツが溶け合えばいい感じ。乾燥を待っている間、ゲート処理などを行っていきましょう。ゲート処理をする際にメインで使っているのは下村アレックのシャインブレード6。ステンレス製のヤスリなので水溶きが可能で、削りカスが舞うのを防いだり、濡れたスポンジにこすりつけることで削りカスをすぐに取り除くことが可能です。続いては筋彫り銅のマジックヤスリで表面を整えます。400番から1000番までを主に使っています。シャインブレード6を使った部分なら600番からでいいかな。そしてホビージャパンモデラーズのフィニッシュプレートで磨いて、ヤスリ傷が残っていないかを確認します。これで大丈夫かな。目立たないところだからよし。さてさて、襟のボア部分、ゲート処理をしている間に接着剤が乾いているはずです。まずはファンテックの調光スクレーパーでむにゅっと出た部分を削り取っていきます。ナイフで削ってもいいと思いますが、調光スクレーパーの方が切れ味はいいような気がします。続いてマジックヤスリで表面を整えます。600番と800番でヤスリがけ。ここは光沢にしないのでこれくらいで十分かな。だいたいいい感じ。はい、似たようなパーツがいっぱい。尻尾のパーツです。12パーツあります。これはめんどくさそうです。大変だから同じパーツは2個までにしてとあれほど言ったのに、バンダイには悲痛な叫びは届かないようです。この尻尾のパーツ1つにゲート跡が3つ、
さらに4面にパーティングラインがあり、ついでにパーツが小さくとても持ちづらいというまさに地獄のような表面処理。この後11個のパーツの表面処理を果たして終えることができたのか、誰も知ることはないのであった。はい、来てました。楽しい塗装の時間ですからね。今回も下地は EX ブラックサフレス塗装でやっちゃいますよ。タミヤのクリーニングブラシでホコリと静電気を除去して塗装開始。 EX ブラックをたっぷり塗ってテッカテカ。めっちゃ綺麗。襟のボアも EX ブラックで塗っちゃいます。白いパーツなのに黒く塗装しちゃうのと思っちゃいますが、大丈夫。後でちゃんとボアっぽくなるから。シルバーのパーツも当然 EX ブラックで塗装。こちらもこってり塗りますよ。ほら、テッカテカになってきた。いい感じです。さあ、こちらはレザージャケット。EX ブラックをたっぷり塗ると思いきや、少しずつ塗装しています。なんで？レザージャケットの鈍い光沢を表現するため、わざと表面がザラザラになるように塗装しています。コンプレッサーの気圧を下げて、少しずつ塗っては乾燥させています。いつもの塗装と真逆なので緊張しますね。いい感じのレザー調になったんじゃないでしょうか。いつものテカテカとは違いますが、これはこれで上品な感じでいいですね。続いては EX ホワイトを塗装していきます。こちらは髪の毛のパーツ。下地を EX ホワイトにして明るい色にしておきます。色とは関係ないけど、このパーツはめちゃくちゃ尖っているので気をつけて。そして襟のボア、白くしていきますよ。下地の黒に白を重ねることで陰影を表現していきます。デコボコしたパーツなので立体感を強調するためにこういう手法を選びました。光が当たる部分を濃く塗装することで立体感が表現できたかと思います。さあ、メタリック塗装をやっていきましょう。スターブライトシルバーを塗装していきます。メタリック塗料を塗装するコツは、気圧低めで塗料の突出量も絞って塗装すること。あと、溶剤にはメタリックマスターを使っています。乾燥が早くメタリック粒子が流れないようにするとかなんとか、なんかいいらしいです。こちらは髪の毛、明るめの金にするため、下地にスターブライトシルバーをさらに塗装してみました。どうなるかな？スターブライトゴールドを重ねてみましょう。メタリック塗料にメタリック塗料を重ねたらもっと明るくなるのではと思ってやってみたんですが、めっちゃ明るい。すごいキラキラしてますね。これはいいな。続いてはパールカッパー。スチームパンクっぽさを出すなら金よりこっちのカッパーが好み。肘のパーツはグレーなんですが、カッパーの方が似合いそうだったのでアレンジしてみました。肘を折り曲げてバラして塗装するのが面倒だったので、組み立てた状態のまま塗装しました。ズボラーン。続いてはマスク部分を塗装していきます。ミスタークリスタルカラーアメジストパープルで塗装開始。 RG 初号機の時に使った塗料です。他のクリスタルカラーに比べて粒子感が少なくてお気に入り。今回はクリアコートは行わず、しっとりした質感を生かしました。続いてはパールシルバー。胸や腹などのフレームを塗装。 EX ブラックの上にさらっと塗装すると粒子感の少ないダークでメタリックな光沢を得られます。左腕の赤いバンダナも塗装。スターブライトシルバーで塗装するのを忘れていました。まあどっちもシルバーだから似たようなもんでしょう。ついでに顔のパーツも塗装。目の部分をキャンディーレッドにしてみます。うまくいくかな？さあ、みんな大好きキャンディー塗装ですよ。クリアレッドを塗装していきます。このバンダナのパーツの塗装は今回は一度で塗り切ってしまいました。ほぼ曲面のみで構成されているパーツなので、塗料のたまりができないであろうと予想してやってみました。うまくいったんじゃないでしょうか。こちらは顔のパーツ。左右の目と真ん中の目を少しずつ交互に塗りましたが、パーツが小さすぎてよくわかんないな。キャンディー塗装になってるのかこれは。再びの EX ホワイト。ボア部分がちょっと黒っぽかったので再度塗装していきます。あと気になるのが、艶消しになるように塗装していたつもりが結構テカテカになっちゃった。
パーツとエアブラシの距離を離して塗装しているんですが、テカテカになっちゃう。テカテカ塗装が体に染みついてるな。はい、艶消しスプレー。これでビャーっと塗装してしまえば艶消しになるんでしょ。僕は知ってるんですよ。あれ、なんかテカテカしてるな。これは塗りすぎてしまった気がする。嫌な予感がしてきたぜ。ということで大失敗。艶消しスプレーを塗りすぎて塗膜が溶けて下地の黒が出てきちゃった。大人なのでこんなことどうってことない。下出るからホワイトスカーで修正しちゃいます。まあ艶消しの部分なので適当に筆塗りでごまかせちゃうので楽ちんですね。ドライブラシというほどではないですが、ペペペッと毛の流れを意識しながら筆塗り。エアブラシで塗っただけよりもボアの毛っぽさが表現できていると思います。まさに怪我の巧妙。あとはいつものようにちまちまと筆塗りで部分塗装をしておきます。クシャトリアの動画へのコメントありがとうございます。クシャトリアを RG で出してほしい人が多いようですね。HG でも膨大なパーツ数だったのに RG になったらどうなっちゃうの？どれだけ箱がでかくなるんでしょうか。想像するだけで食器乾燥機を複数買いしてしまいそうです。他にもメロン味に見えるとか、宝石のようだとか、王室御用達種のようだとか褒めてもらって嬉しいです。ジオン系のモビルスーツは曲面が多くて光沢塗装が映えますし、曲面の方が塗装もしやすいんですよ。他のジオン系のモビルスーツも塗装したいですね。他にも ×2 の表示で萎えるので、うちのガンプラは胸像が多いですというコメント。これめっちゃいいですね。確かに腕や足を2つ作るのは面倒なので、胸像だけというのは楽しいところだけ楽しむという姿勢が潔くてとてもいい。プラモ作りや遊びなので自分が楽しめるように楽しむのが一番ですね。あとクシャトリアをピーマンと呼ぶ人もいるんですね。確かに似ている。バインダーがゆで卵に見えてた人もいましたが、これも確かに似ている。僕も恐竜の卵ってこんな感じなのかなと思いながら作ってました。他にヤスリやフィニッシュプレートは全体にかけていますか？ゲート跡や引けだけですか？という質問をいただきました。僕はゲート跡や引けの部分だけヤスリをかけています。必要なところに必要なだけ表面処理をしているという感じですね。基本的には職人が磨いた金型で作られたパーツ表面の方が素人の僕がヤスリをかけるより綺麗なので、できるだけ手を加えない方が塗装もうまくいくと思っています。他にもいつも不思議に思うのですが、最初にランナーから部品を全て外してて組む時に困ったりしないんですかという質問。正直に言うと稀に困ったりしています。全部同じに見えて実は違うスラスター10個みたいなのが時々ありますが、まあそれくらいですかね。とはいえこれは動画の演出上やっていることなので真似しない方がいいと思います。ゲートなのかディティールなのか分からず切っちゃったりすると目も当てられないですからね。プラモデルをたくさん組み立てたり分解したりしているとある程度勘で分かってきたりするんですが、やっぱりおすすめはできません。じゃあなんでやってんのという感じですが、パーツを探したりランナーを持ち替えたりニッパーを持ち替えたりする時間を短縮するためにやってるんですよ。それぞれほんの数秒のことなんですが、300パーツとかものによっては1000パーツ以上のキットもあるので、数秒が延々と積み重なってしまうので、それを避けるために一気にパーツを切り離しています。要はとにかく早く作りたいというせっかちな話なのです。良い子のみんなは真似しないでね。さて、筆塗りパートも終わりが近づいてきました。顔の塗装をしています。口の周りや目の周りを下出るカラーホワイトスカーで塗装。下地の色が濃くて一度塗りでは下地が透けてしまうので少しずつ塗り重ねました。続いては下出るカラーコントラストタラサールブルーで陰影をつけていきます。硬い。あんまりよく分かってないんですが、下出るカラーのコントラストというのはクリアカラーの濃淡で陰影をつける塗料という認識でいいのかな。塗料をそのまま使うと濃すぎるようだったので水で薄めて使いました。
たっぷり薄めたのでほんのりと陰影がついていますね。ムラになってしまった部分をホワイトスカーで修正。下出るカラーは重ね塗りが簡単なのでいいですね。頭部を組み立てて仕上がりを見てみましょう。なかなかいい感じ。口の周りは小さいパーツながら陰影が見えます。目のキャンディーレッドも複雑な陰影が出てやってよかったな。金髪もいい感じの色じゃない？すべてのパーツが整ったので並べて組み立てていきます。デジモンのプラモデルはガンダムのように機械ではなく生物なので、デカールを貼らなくても成立するので楽ちんですね。さらにフィギュアライズドスタンダードアンプリファイドのキットは詳細にディティールが追加されていて密度感が高く、すぐにかっこよくなってくれるので塗装に集中することができて楽しいです。頭部を取り付けてこれで完成。いいね、かっこいい。レザージャケットの半ツヤがいい感じ。要所要所のメタリック部分がアクセントになってハードな雰囲気が出ています。クリアコートなどをしなかったのもあり、ほぼ2日で完成したこのキット、かなり組みやすくて塗装もしやすい名キットだったのでは？ということで今回はフィギュアライズスタンダードアンプリファイドベルゼブモンをレザー調の半テッカテカに塗装しました。組みやすく分解しやすく塗装もしやすく抜群のスタイルのキットで、ほとんど何もしなくてもかっこいいベルゼブモンが手に入りました。プラモを作ったことがなくてもベルゼブモンが好きな人にはおすすめできるキットだと思います。ということでフィギュアライズスタンダードアンプリファイドベルゼブモンのレザー調半テッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。カワウソの自転車屋さんもよろしくね。めっちゃ面白いよ。